皆さん、こんにちは。カネとコッフェのカネです。皆さんお久しぶりです。今日の動画ですね、SNS とか YouTube の投稿でも、お伝えしていることなんですけど、私自身が、3週間前に突発性難聴になって、今は、ですね、ほぼ9割ぐらいですね、元に戻ってますので、ご安心してください。突発性難聴になった時の話を、したいなと思って動画を作ります。で、皆さん、投稿とかでもですね、お伝えしたんですけれども、私自身の、耳はもうほぼ9割ぐらい、元に戻ってるっていうのと、私の耳は、私のものなので、全然心配いりませんので、ご安心ください。で、なぜ YouTube で発信するかというと、本当にこの、突発性難聴ってなる方、意外に多くてですね、自分も SNS で発信したところ、かなり友達とか視聴者さんとか自分もなったっていうね、お話たくさんいただきました。中にはね、1週間以内に回復された方もいますし、そのまま聞こえにくいままなった方もおられますし、本当にもう全く聞こえないっていう風な、聞こえなくなったっていう方とかもおられるんで、とっても大事なことかなと思って動画を作成します。突発性難聴なんですけども、症状が出た時にですね、できるだけ早く病院に受診して治療を開始した方がいいとされてます。で、僕は24時間以内に病院に行ってですね、治療することができたんですけども、なかなか、土日になったりとか、あとお仕事お忙しくて、ちょっと後回しにされる方とか、あと、僕は、ある日ね、突然、ご飯食べてる時に、すごい大きな耳鳴りがしだして、何の前触れもなくですね、大きな耳鳴りがして、そのまま、聞こえなくなったんですけれども、少しぐらいしかね、症状がなかったりすると気づかずに、放っておかれる方とかもおられて、あと、高齢の方だと、症状に気づかなくてですね、そのまま、放置して、症状が、元に戻らないっていう方もおられるって聞いたので、これちゃんと発信したりとかするのとても大事かなと思って YouTube 作ります。で、名前は聞いたことあると思うんですけども、ある日突然発症する難聴のことですね。ある日突然片耳ですね。ごく稀に両耳聞こえが悪くなる原因不明の疾患のことを突発性難聴っていうみたいです。なる方っていうのはすごい確率は低いんですけども、人口多いので、芸能人の方とかミュージシャンの方とか、テレビでね、なったっていう情報を聞いたことある方多いと思うので、名前は知っておられる方多いと思うんですけども、年間に、1万人に1人から3人程度の、発症率ってされてますね。ちょっと AI に聞いたんですけど、かなり確率としては低いですけども、名前は皆さん聞いたことあるかなと思います。大体発症された方の3分の1が、全く戻らない方。で、さらに3分の1が回復はするけれども、完全にね、元の状態には戻られない方。で、さらに3分の1が、ちゃんと回復される方っていうふうにね、大体それぐらいだっていうふうに言ってます。で、原因としては、疲労の蓄積とか睡眠不足とかね、他の病気が影響してなってたりとか、ストレスとかってなるんですけど、耳の中のね、細い血管が、血の流れがね、何かしらの原因で滞ってしまったりとか、ウイルス感染とかによって、炎症が起きて発症するそうです。で、寒暖差とかでもなる方いるみたいなんで、本当になんか、私も原因は不明やったんですけど、誰にでもなり得る、病気ですし、で、急に、なるので、皆さん、あらかじめね、こういう動画とかで知識を少しでも知っといてもらえたらなと思います。で、突発性難聴になった時っていうのは、これいろんな病院の先生とかサイトとかで書いてるんですけど、できれば1週間以内に治療することが、望ましいっていうふうに書いてる方もおられますし、人によってはね、3日以内とか48時間以内に開始した方がいいっていうふうに言われてる方もおられるので、皆さんも何か耳にね、不調が来たりとか、なんか急に前触れもなく聞こえにくくなったなと思った時は、すぐに病院に行ってほしいです。で、僕の体験記で言うと、ちょうど3週間前、家でね、いつも通りコーフェ君と夕食をしてたんですよ。そしたら急に左耳が、詰まったような感じになって、で、そこから大音量のスピーカーで音流してるような耳鳴りが始まりました。で、痛みとかね、全くなかったんで、
痛みとかなかったんですけど、まあ急なんですごいびっくりしましたね。でもまあこれ何かなって、耳なんか詰まってんのかなとか、中耳炎とか、僕中耳炎になったことないんですけど、中耳炎になったんかなとかってコッフェに話してたんですね。で、その後、一つ前の動画を撮りました。ちょっとね、見えるかな。この、植物ね、もうだいぶ3週間で伸びてますけど、植物を植えるっていう動画を作ったんですけど、その時作ってるその動画内とかでもね、なんか耳鳴りがするって言ってたと思うんですけど、それの次の日にですね、朝の病院に行きました。で、耳鳴りが鳴ったのが、ちょうどね、日曜日やったんで、で、次の日月曜日やったんで、で、僕仕事が会社員とかではないので、融通が効くので、すぐに病院に受診して、後発性難聴ですって、聴力検査とかもしてもらって、24時間以内にね、薬を、飲めたので、開始めっちゃ早かったんですよ。だから回復も良かったのかなと思うんですけど、ネットとか見てると、治療ができるだけ早い方が望ましいっていうのはあるんですけど、治療開始しても、だいたい3分の1の方は症状がそのまま戻らなかったりとか、するので、確率が上がるかどうかわかんないんですけど、早めに、受診をいただけたらなと思います。で、これが初めて次の日に病院に行った時に、聴力検査をした時なんですけど、この上の、この丸のところが右耳の聴力ですね。右耳はこう丸がね、高い位置にあるんですけど、左耳が、このね、なんか30っていうのを下回ってて、で、こっちが多分低い音から高い音、ヘルツ数が多分上がっていくんだと思うんですけど、すごい高い音は聞こえてるみたいなんですけど、低い音はほぼ、30以下ということで。で、この30以下になると、健康診断とかでね、すぐ病院受診してくださいっていうレベルのものらしいです。はい。で、治療開始して、最初のね、1週間でステロイドの薬飲んで、徐々に回復して、でもね、4日目ぐらいかなまでは、耳鳴りが、そうだ、記録してるんでちょっと紹介しますね。1日目のね、日曜の夕方に大音量のスピーカー音で、低音と高音の耳鳴りがして耳が詰まったような感じで聞こえないっていう風に記録してます。で、2日目の午前中に病院受診して聴力検査するも、聞こえる範囲が明らかに狭いと。で、2日目の昼前からステロイドの薬を飲み始めました。ただ耳鳴りはね、ずっと続いたままです。で、3日目の朝5時に起きてるんですけども、電子音、ピーとかザーとか、いう音が、聞こえてますけども、変わらずですね、結構大きい音でなってました。3日目は、ちょっとその耳鳴りが小さくなる瞬間とかもあったりしたんですけど、ちょっと疲れてきたりとか、寝る前になったら、大きくなったりとかして、大きい耳鳴りがしてました。で、4日目は、気持ちマシやけども耳鳴りはする。で、聞こえはわからないけど、ちょっとマシに聞こえるようになったかなっていうふうな4日目で思ってます。で、5日目、もう6日目もちょっと耳鳴りマシかなって感じで、で、7日目に、だいぶマシ、っていう風になってますね。で、1週間経ってまた病院行って聴力検査したら、ほぼほぼ、9割ぐらいですね、右と変わらないような状態に戻ってたので、で、最初のね、1週間がなんか勝負らしくて、もうそこで、戻らなかったら、なんかそのままもうそれ以上良くなるっていうことが、可能性がだいぶ低いみたいなんで、できる限り早く治療開始して、最初の1週間で、できる限り戻ったらいいなっていう風なところみたいです。で、そうですね。なんか僕は毎日仕事してるわけじゃないのと、あと、やっぱ会社に勤めてたりとか、自分がなんかね、大きい仕事してたりしたら、なかなかね、急に耳鳴りが、ね、耳が聞こえなくなっても仕事ね、すぐ休めない日とかもあると思うんですよ。あと僕は日曜日に発症したんで、月曜日すぐ行けたんですけど、金曜のね、夜とかに発症したら、土日とかね、多分ちょっとほってしまう人とかもいると思うんですよね。ただ、
SNS で発信した時に、友達、YouTube の視聴者さんとか、SNS で繋がってる人から、もうたくさんやっぱり私もなったことありますみたいな、聞いたんですけど、やっぱりほったらかしにして、そのまま戻らなかったっていう人とかも結構たくさんいたので、なんかそこは本当に、いろんなね、ご事情があると思うんですけど、できる限りね、仕事休めにあったら、行っていただきたいですし、その日が無理でもね、次の日に行くとか、できる限り1週間以内に行くとか、そのままに放置、されないようにお願いしたいなと思います。はい。ですね。で、まあ今日はなんかいつもとちょっと喋り方違うんですけど、消防士の時はこんな風な喋り方で、ちゃんとっていうかね、今もちゃんとしてますけど、仕事してたんですんで、ちゃんと伝えなあかんなということで、動画にしました。で、私のね、耳はもう大丈夫ですし、左耳も全く、ね、数日はちょっとこれほんま戻るのかなと思ったんですけど、左耳がね、聞こえなくても免許更新とかね、右耳だけで、規定のね、音量が聞こえたら、免許更新とかもできるっていうのも聞いたんで、で、意外にやっぱり、なったことある人多いし、実はもう片方の耳全然聞こえませんっていう友達とかもいたんで、片耳でもね、生活はしていけなくはないんですけど、少しでも聞こえにくいっていうことで、会話がね、聞き取りづらかったりとか、たくさん人がいるようなとことか騒がしいところに行くとすごい疲れるっていう風な症状がね、出る人もおられるんで、なんだろうな。これは何ですか？全く耳が、聞こえないことが悪いとか、いうことではなくて、多少でもですね、少しでも聞こえないだけで、それだけ大きな、ストレスになったりとか、生活をする上で、ちょっと負担になる、ことになるので、ぜひ、少しでもね、違和感を感した方は、迷わずにね、病院行っていただきたいなと思います。はい。で、ちょっと2、3週間ね、YouTube、お休みさせてもらったんですけど、また、たくさん動画作りたいなと思っているので、植物も育ってきてますし、あと最近私ミキサー買いましてね、スムージーを毎日飲んでるんで、そんな動画とか、ミシンも買ったんで、服縫います。はい。ですね。ちょっとコッフェ君は今外で仕事してるんで、僕一人だけやったんで、ちょっと真面目な口調で、動画作ります。動画喋りました。はい。じゃあ皆さんも、本当耳だけじゃないですね。目とか、ね、歯とかもそうですし、体も全部そうですね。本当に小さいことって結構、後回し、自分の体のこと後回しにしたりとか、病院行くこと自体がね、ちょっとハードル高い人たちもおられて、ね、ちょっとこれぐらいやったらと思って放置される方ってね、たくさんいると思うんですけど、皆さんの体を守るっていうのは、皆さんそれぞれのね、本人の責任でもあるし、ご本人しかできない部分ってあると思うので、ぜひ何か体に不調が出たときは、すぐに病院に行っていただけたらなと思います。そしたら今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。